きな YouTube チャンネル、よせよということで。どうも、こんばんは。崩壊するバンド、滑稽のドアでございます。今回は、大好評であった。もし、その、過去の動画を見て、気に入ったら、ぜひ、そのチャンネル登録のボタンをスマッシュということで、我々がよく見たり好きだったりとかする。チャンネルを一人2本ずつぐらい、ちょっとそれについて話してみようかなという感じで。まず、私から、どうぞ。オールマイティラボ。オールマイティラボ。はい。まずいいっすよね。動物系のチャンネルですね。とりあえず、ダチョウの動画を見てもらえれば、大体全てがわかると思うんですけど、大体1分半とか、2分ぐらいで、サクサクっと動物についての豆知識といいますか、チーターは足を速くするために脳を減らしてしまったとかさ、とか壊滅的に体力がないですとか、100メートルも走ったらもう疲れて、みたいな。疲れた上にもうそれで獲物を奪ったとして疲れてるからその時は食えませんとか、食えないから寝ている間に他のハイエナとかで獲物を取られますとか、そういう動物の間抜けさというかさ、そこすごいことになったけど、なんでここを退化しちゃったんだみたいな。動物をちょっとこう滑稽に扱ってとか、飯沢もなかなか辛辣だから、ダチョウはバカです。そうですね。さっき、一本だけそのダチョウのやつを見たんですけどね。なかなか辛口な切り口で。短いじゃないですか。短い。だからすごい、とてもテンポが良くて。サクサク見れるし、ちょっとふふっと笑える。だから動物系は、やっぱ強いなぁと思いますね。そうですね。まあ、やっぱそういう昔で言うトリビアじゃないですけど。そういうのって割とみんな好きですよね。教養系のね。教養系のやつっていうのは、結構みんなも興味を持ったりとか、繰り返し見るかどうかっていうと、前紹介した山田五郎のさ、五郎先生の、ああいうのって繰り返し見れるんですよ。ああいう感じとはまたちょっと違って、ちょっと豆知識系なのかな。我々もああいうチャンネルをやるといいのかね。詳しいのを短い時間に説明しきるみたいな。絶対的な知識を持って、これはこうです。ダチョウだったら脳みその大きさはこれぐらいですとかって、ちゃんと科学に言う。山田五郎さんだったら、こういう事実がありました。まあ歴史から出てくるわけで。バイエンスとか前も言った。ああいうのもそうだよね。まず1戦目がマイティラボ。で、次。私といえば、ゆっくり解説大好きでおなじみの。そうなんですか。私なんですけど、そこからおすすめ一つ。5回目は正直。5回目は正直。っていう、まあ、これも教養系というか、主に中世ヨーロッパでしたり、古代ローマとか、その辺の出来事だったりとか、その当時の生活とかを、ゆっくり解説でやっていくっていう。あれなの？俺ゆっくり解説は何件か見たことある。やっぱキャラクターなの？なんかレームだかなんだか。レームとマリサといて、で、結構工夫して、ここにその歴史上の人物のシャルル何世っていうやつがずっとここにいたりしてね。毎回いるわけじゃないんでしょ？毎回いる。毎回いるの？シャルル何世は毎回いるんだ。なんか、そういう、なんていうかな、作り方というかね、結構安定した面白さがある。そして勉強にもなる。ゆっくり解説ってあれ、楽だからかな？どうなんだろうね。あれ多分テキストを打ち込んで喋ってくれるんでしょ？多分。あれは。で、テンポもちょっと調節して。言ってみれば、そのテキスト能力さえあれば、もっと極端に言うと、ウィキペディアの情報を全部テキストに起こして、なんとかとはつって、ちょっと言い方を変えて、そういう人もいますよね。できそうではある。ただ、もう、あれも飽和してるでしょ。生き残るチャンネルと生き残らないチャンネルの差とは何でか。センスなんじゃないですか。ゆっくり解説好きとしては、どの辺を見て、世界観というか、そのチャンネルのチャラづいてるかとか、ちゃんと一貫して5回目は正直さんはいろんな歴史のジャンルでやってるわけですよ。もう歴史チャンネル、勉強のチャンネルみたいな感じで、それもさっき言ったように美術系のさ、山田五郎さんのと同じようにさ、1回で覚えるわけないんですよ。確かにね。どれぐらいあるの尺は？尺はでも長いので2、30分あったりとか。でもいいね。俺結構最近その YouTube、ながら聞きっていうか、見ないけど聞くチャンネルとかあるから、ラジオとかで話してるけど、おじさん同士の話が面白い眼蓄があって、僕の系はいい尺あった方がいいよね。そうだね。最低でも10分ぐらい欲しい。
で、さっき言ったマイティラバさんなんて20分あっても飽きちゃうけど、教養系だったら聞きながら物語を、やっぱ歴史が好きなんですね。歴史というかね、まあなんか、まあもちろん好きですけどね。で、中世ヨーロッパとか全然詳しくなかったんですよ。世界史ってやつですか。まあ多少学校で勉強しましたけど、でもこれいろんなジャンルがあると思うんです。漫画とかでも。古代ヨーロッパもんとかって一定の人気があるじゃないですか。ありますね。わかるな。面白い。確かに、神話のところもさ、被ってきたりするじゃないですか。神話の信仰とかさ、作りやすいんだろうね、物語が。今に。っていうことはそれだけ面白みっていうか、がある時代だったというか、キャラクターが揃ってたというか。世界中がこう共有してる、こう知識っていうか、物語じゃないですか。おすすめなんで一回皆さんちょっと、ながらで見てみて。5番目の5回目は正直。2戦目、5回目は正直。はい。ということで、ちょっとここから3つ目から少し、私はこう雰囲気を変えました。はい。それでは、3つ目の、私のおすすめチャンネル、格闘キャスト。今、俺ここにこういうマイクがついてる。これはね、知ってる人いるんですかね。格闘キャストっていう、まあ、僕の今のこの話し方、すごく面白いと思うし、僕が最初に言ったスマッシュしてくださいっていうのはそこから来た。まあ、兄弟なのかな。兄弟さんがやっている、もともとファミリーチャンネルとかそういう名前だった。まあやっぱボクシングが好きだからボクシング関係の探ってたら出てきて、ちょっと高級感があるんですよ。で、なんか日本人の方ではないと思うんですね。アジア系の方かなって気がする。格闘技が好きだから井上尚弥だったら井上尚弥について、非常に深い洞察というか、それに対して彼の身長はこれくらいしかありません。その時はリーチがこれぐらいでみたいなのを、ちょっと高級な雰囲気で、兄弟の会話も品があるっていうなことだからなのかわからないけど、すごい言葉遣いも綺麗だし、言葉遣いの綺麗さっていうのとか、着てる服とかさ、やっぱなんか人を表すよね。まあそうでしょうね。だってここゴミじゃん。路上でも別に大差ないですよね。路上で座ってだべってる。頑張ってこうやってマイクつけたりとか、ちょっとずつしてますけど、いつかはああいう格闘キャストってちょっと見たでしょ、ああいうスタジオで向かい合って、あれ2日目ぐらい使って。これちょっといいゲーミングチェア座って。そう。見てください。格闘技興味ない人も、ちょっと憧れる環境でやってるというか、YouTube チャンネルをやる上では、すごい憧れる環境で。なんか公開収録みたいな感じだよね。ラジオブース。公開ラジオブースみたいな。ボクシングだけではなくて、いろいろ格闘技も扱ってる。総合とかね。非常に的確なことを言ってるし、公開されるのは多分随分先だから、あれだけど、井上尚弥とフルトンの試合とかも、非常に冷静に、びっくりしたけど、こう、井上の次のフルトン戦の話を、ちょっと知り合いのバンドマンとした時井上楽勝でしょってみんな言うわけ。と思って、フルトンって結構強いというか、難しい人なんですよ。ディフェンス系で、これは話しても、みんな彼は興味ないかもしれないけど、KO しづらいチャンピオンなんですよ。ディフェンスがとにかく上手いし、KO 勝利が少ないから、全部ほぼ判定。ああ、そういう感じね。メイウェザーみたいな。そうだね、昔のメイウェザー。KO がないと弱いかっていうと弱かった全然。やっぱこう、スタミナもあって、フルで逃げ切れるだけの技術があるから。だから、噛み合わせが悪いわけですよ。俺からすると結構難しい試合なんじゃないかなって。で、これ上げた頃に、井上がね、2ラウンド KO とかしてたら、それはそれですげえ。なんだけど、やっぱ格闘キャストさんでも、こう他の相手とは違ってちょっと難しい試合だって言ってて、やっぱそうだよねって。そういう目線とか結構公平に見てるっていうか、井上尚弥が好きで日本が好きだから、身内びいきじゃなくて、非常に冷静なデータで、リーチはこっちの方が高いし、フルトンっていうのは、みんななんか弱く見えてるかもしれないけど、負けてないんですよと。一回負けてないんだよな、確か。全勝ですから。まあ、なかなか大変だっていうようなことも解説してるから、深く見るには、いいチャンネルではないかなということで、3戦目は格闘キャスト。もし気に入ったら、この登録ボタンをスマッシュ。流行ってんの自分の中で。格闘キャストさんです。はい、では、4戦目。まあ、これは最近ちょっと見始めたんですけど、ゲーム散歩っていう。ゲーム散歩ゲーム散歩。
あ、3本。まあ今は、ライブドアニュースっていう名前が、チャンネル名が変わってると思うんですけど、その中でやってるゲーム散歩っていうね。ライブドアチャンネルっていうチャンネルが今は。ライブドアニュース。ニュースか。何にも聞いてないんだよ、俺、お前の話。があって、その中のワンコーナーに今はなってる。そうですね。昔は独立してた。昔はそう、ゲーム散歩。チャンネルがあって。まあその辺ながら皆さん多分、調べてもらえばすぐ出てくると思うんで、あれですけど、今はライブドアニュースっていうゲーム実況ですよね。まあ、ジャンル的にはいろんなゲームを、その道の専門家と一緒に見ていく。一人主人公というか、まあ、プレイする人がいて。実況者は変わらず。変わらず。まあ、いろんな人がいると思うんです。2、3人いて、で、それじゃプレイ、顔出さない。ああ、じゃあ、もともとその2、3人で運営してたチャンネルなの？じゃないかな。そんなにね、歴史は知らないですけど。まあいろんなゲームのジャンルがあっていろんな専門家がいるんですけど、例えば、まあスナイパーのゲームがあったとしたら、まあ日本人でそういうスナイパーの仕事をしてたみたいな人が、すごい人が出てくるね。本当かどうか知らないですよね、その辺は。まあでもなんか言い方変えれば銀メダリストとかね。元どこどこの舞台のみたいなさ。これはリアルですね、とか。今流行りの FPS とかだったら、この銃の装填の仕方はリアルに作ってありますよとか。距離だったらバレちゃいますね。何々さんだったらどうしますみたいな話を聞きながら進めるみたいな。お前の中でおすすめは良かったのはね、ちょっとしたホラーゲームを、精神科医のおじさんがいるんすごい、関西人の、喋りがうまい。その人と見ていくみたいな。最近では一番面白かった。今の主人公の精神状態はそういう感じ。まあでも面白そうだ。面白いんですよ。まあめっちゃ喋るんですよ、そのおじさん。精神科医のおじさんが。まあ関西の方はね、話うまいから。で、この人の体型見てみ、首が長いでしょうみたいな。肩がこうなってるでしょう。こういう人はこういう気質があるんですみたいな。なんかちょっと勉強にもなっちゃう。ちょっとしたやっぱ教養が挟まるじゃないですか。単純にゲームとしてのあれも気になるし。結構長いんですよ。2、30分。4回とか5回とかでやってるんですけど、1個のゲーム、全部攻略するまでじゃない。普通の実況とは違って、一つのゲームをプレイしてみて、それを専門家の立場から見て、あり得るとかあり得ないとか、この特徴はあれだとか。こういう主人公の精神状態はこういうはずです。なるほど。その背景とか見てね。さっきからこのお父さんの絵がいっぱいあるでしょう。これはなんか幼少期のなんとかなんとかで、聞くの面白いじゃないですか、それ。面白いですね。なんか一つ思うのはさ、お前が一番最初言ったチャンネルなんだっけ？ゲーム散歩。5回目はあれもそうだし、それもそうだし、あとマイティラボもそうだし、格闘キャストもそうだし、あなたの今言ったゲーム散歩。ゲーム散歩もそうだけど、一つあるよね、共通点が。なんでしょう。なんでしょうね。専門的？まあ近いですよ。知識欲なのかなって。人を引きつけるのは、だから、ある意味これはちょっと考察でもあるわけですよ。YouTube 考察っていう形のチャンネルコーナーになるかもしれない。いろいろ分析してみると、人のためになるとかさ、へえ、そんな情報があるんだね、みたいな感じで、そういうところを詳しく教えてくれるから人は気になってみたりとか、っていうところなのかもしれない。これは結構あれだね。いい形のコーナー確かにね。今日なんか特にみんな秋田4つっていうのは、そういう感じじゃないですか。専門的前を見てもらう。前お前何言ったっけ？前はね、前田明チャンネルとね。あと、カカチャンネルだっけ？企業とかのあれ。はい。でしょ？カカチャンネルもそうじゃん？そうだね。山田五郎さんもそうじゃん？バイエンスもそうじゃん。大きく分けると、そういうところが流行ってはいるよね。ちょっとあったらいいね。我々。ただのバラエティチャンネルとか、ただのシュールのチャンネルだから、我々のチャンネルって。専門的な部分っていうのは、僕に、ただ、なんか一つこうやって、好きなチャンネルを上げてって考察することによって、我々みたいなクズのようなチャンネルも、お手本にしてね、作っていく中でさ、変わってはいってるじゃないですか。そうですね。なんかちょっとトーク中心になりがちだったりとかね。今までいろいろ意欲的にやってたけど、そんな時間もねえやで、なんとかトークでお金もかけずにやっていこうとかさ。そういう流れにもなっていったら、一個知識欲を刺激するコーナーがあると、よりいいのかなみたいな。だから今回の動画のサムネイルは、YouTube 考察みたいな感じで。
ちなみに今回の4戦はすべて概要欄の、チャンネル記載させていただきますので、そちらから素晴らしいチャンネルたちなので、ぜひ見てください。そしてもしこの動画が気に入ったら、素晴らしい。お願いします。というわけで、本日もお送りするバンド、国慶の動画でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何気にこのコーナーはちょっと考察系として続けていく価値があるかもしれません。